こんにちは、キュです。前回はダンパーを破壊してパーツを2回飛ばしてなんとか片側が完成しました。よく完成しましたね。今回は右側を新しく作って左右を統一して完成まで持っていきます。今回は平和に終わりますか？やってみないとわかりません。まず今回から追加した改善点を紹介します。イヤーチップとドライバーをつなぐアルミの基部です。前回映っていなかったものですか？穴が小さくてチューブが通らなかったのでピンバイスで拡張加工しました。これが加工前、これが加工後です。穴の大きさが全然違いますね。かなり力がいる作業です。器具を素手で持つと指が痛くなるのでティッシュかタオルで包んで持つことをおすすめします。経験者の言葉ですね。指が痛くなってから気づきました。では作業に入ります。前回と同じくドライバーにリッツ線をハンダ付けします。赤が足す、黄色がです。手慣れてきましたか？少しは。前回のコメントでリッツ線に予備ハンダをしてからつけると楽という情報をいただいたので今回試します。違いはありましたか？やりやすかったです。フラックス塗るの忘れていますね。次は忘れないようにします。ハンダ完了です。ワニ口クリップで音出し確認します。出ましたか？出ました。問題ないです。次にチューブの拡張加工をします。ダンパーを差し込むためにチューブの口を広げる必要があります。いろいろ試した結果、ハンダボテで熱しながらピンセットで広げる方法が一番うまくいきました。いろいろ試したというのは？言わなくていいです。スイーター用とウーファー用2本作ります。今回もダンパーは落としますか？落としません。落としました。何回ですか？4回です。今回は割愛します。全部自分の方に飛んできたんですか？そうです。トレイ付きのよだれかけが必要ですか？いりません。全部見つかりました。ダンパーの取り付け完了です。ドライバーとチューブを E8000 で接着します。少量でいいです。前回も同じことを言っていましたね。大事なことなので繰り返します。次にアルミ器具とイヤーチップ部品をシェルに仮固定して角度を合わせます。ここの角度が装着感に直結するので慎重にやります。正解の角度はどうやって判断するんですか？実際に耳に当てながらイヤーチップのネジを締めて確認します。チューブの長さもここで調整します。長すぎると音動が変わるので必要最小限の長さにします。R 側が完成したので前回作った L 側を分解して同じ仕様に統一します。完成品を分解するんですか？左右で構造が違うと比較できないので接着剤を剥がしてチューブとダンパーを取り外します。ハンダも外すんですか？はい。リッツ線は分解時に取れてしまいました。次にアルミ基部の拡張加工をします。R 側と同じくピンバイスで穴を広げます。また指が痛くなりましたか？今回はティッシュを使いました。学習しました。チューブ拡張、ダンパー取り付け、組み込み、角度調整、R 側と同じ手順でやります。L 側完了です。左右が揃いました。並べてみます。統一感が出ましたね。片側で主張します。悪くないです。前回より整った音になった気がします。気がするというのが気になりますね。バカ耳で正確に測定していないので断言はできません。シェルを閉じます。チリが合いません。合いませんね。シャア SEK のコピーシェルを使っているせいか精度に限界があります。とにかく閉じます。力技ですか？
ヒートガンでシェルを温めながら形を調整しました。映像はないですが、なんとかチリを合わせることができました。完成ですか？一応完成です。完成後に3時間視聴しました。その後友人にも聞いてもらいました。どうでしたか？まず聞いてみてください。音どうやった？音全体的に良くて、結構俺好みの音。高音域から低音域まで出てはいるんやけど、若干センターが左にずれてって、で、20Hz 近い重低音の部分が右が出てないっていうのがあった。マジで問題ありましたね。全体的な音は良いと言ってもらえたのは良かったです。ただ低位のズレと低音の左右差は聞いてみると確かにそんな気がしてきました。視聴者の方が心配していた通りでしたね。コメントで音響フィルターの修理を心配してくれた方がいました。正直その通りだったと思います。原因を調べるために REW というソフトで L と R の周波数特性を測定しました。これがその結果です。赤が L で緑が R ですか？そうです。100Hz から上で R が一貫して L より高くなっています。特に 1kHz から 4kHz の中高域で差が出ています。低域はほぼ重なっていますね。そうです。友人が感じた右の重低音不足は実際には低域の差ではなく L 側の中高域が弱いことで音のバランスが崩れて聞こえた可能性が高いです。原因は L 側のダンパー修理ですか？可能性が高いと思っています。前回修理した L 側ツイーターのダンパーが完全に元通りになっていなかった場合、この結果と一致します。ただ分解して確認するまでは断定できません。次回分解してわかるということですね。そうです。次回は L 側のツイーターダンパーを新品に交換して改善後に再測定します。他にもいただいたコメントのアドバイスを参考にしながら改善していきます。今度こそ完成しますか？予定です。チャンネル登録していただけると次回も見られます。予備パーツは多めに。それが前回の教訓です。ありがとうございました。お疲れ様でした。